우마이. 여러분 안녕하세요. 사랑합니다. 건니치와 미나상, 준스 레시피의 준です。今日のレシピは豆腐キムチです。じゃあ行きましょう。この豆腐キムチの魅力はキムチと豚肉の炒め、その少しは刺激的な味プラス淡白な味の豆腐がとても似合う。だからこそ昔から韓国で愛されたメニューだと言えます。豆腐を焼いたりいろいろやり方がありますけど、今日はその中で一番皆さんが簡単にできるように焼き豆腐を用意しましたけど、木綿豆腐もいいです。自分がいろいろな豆腐を使ってみたら焼き豆腐が一番良かったんです。切るときは薄すぎると壊れてしまうので気をつけてください。このボウルに網をかけておきます。豆腐をボウルに入れます。こうやって入れてお湯を用意してください。やけど気をつけてくださいね。お湯をかけます。豆腐が全部沈むくらいの量がいいです。ここに醤油を入れます。この醤油の風味が豆腐に染み込んでもっと美味しくなります。醤油じゃなくても冷蔵庫に残っている古いつゆとかそれを入れてもいいと思います。こういう時消費できたらいいですよね。これからキムチと豚肉を炒めます。その間にこのまま放置するだけで終わりです。野菜を準備します。ネギです。あんまり細く切らなくてもいいですよ。あ、どこ行くの？次は玉ねぎです。玉ねぎも少しは太めに。野菜の準備はこれで終わりです。まな板は入れません。次はキムチと豚肉の炒めです。キムチがちょっと大きい場合、このままハサミで切ってください。そうすると後で片付けるのもとても楽で、いつもそうしています。豚肉です。バラ肉を使う場合は油を入れなくてもいいです。でもバラ肉じゃない場合、油があんまり出ないんで油をかけてその油でキムチを炒める、そういう感じです。お肉が薄いので中火から始めます。フライパンを温めてお肉を入れます。このまま油を入れます。砂糖を入れます。お肉を炒めるとき砂糖を入れるとお肉の悪い匂いを取ってくれたり、お肉をもうちょっと柔らかくしてくれる効果があるので、ぜひお肉を焼くときは砂糖を少し入れてください。これはサンド糖です。サンド糖よりもっといいのは黒砂糖ですけど、黒砂糖の場合キャラメルライジングという過程があってお肉をもっと美味しくしてくれる効果があります。お肉が薄いとこうやって固まるので箸で分けながら焼いてください。今出してすぐ食べてもいい感じで焼いてください。キムチを入れます。キムチの色が少し変わると水を入れます。油より水の量が多いので油は飛びません。心配しなくてもいいですよ。コチュカルを入れます。お肉を焼くとき砂糖を入れたんで、その甘さをちょっと取ってくれる役にしてくれます。そして野菜を入れます。野菜を先に入れちゃうと野菜の食感が全部なくなりますので、その野菜の食感を生かすために後で入れるのがおすすめです。醤油で、醤油が焼けながら醤油特有の風味がしますね。ニンニクを入れるレシピもありますけど、キムチにニンニクが入っていますのでまた入れなくてもいいと思います。これでキムチと豚肉の炒めが出来上がりました。熱がちょっと残っているうちにごま油を入れます。
今火は消したままです。ごま油と炒めを混ぜます。焼く時ごま油を入れちゃうとごま油の香りが全部飛んでいっちゃうので、最後に入れてください。焼き豆腐を足しましょう。ごまがある方は上に少しかけてください。出来上がりです。では味見します。いただきます。これです、これ。豆腐のタンパクの味とこのキムチと豚肉の炒め、とっても似合います。もう一個食べよう、もう一個食べようとしてもう全部なくなります。皆さん、今日のレシピ豆腐キムチいかがでしたか？これからも皆さんにいろいろ美味しいレシピ紹介しようと思っています。よろしくお願いします。じゃあ、アンニョン。